皆さんこんにちは。今回はスウェーデンを北から南まで横断する EV 車1200キロの旅に密着動画。ご当地飯に世界遺産、サプライズゲストまで忘れられない夏の大移動2日間をぎゅっとまとめました。よかったらぜひ最後までご覧ください。いよいよ私たちも車にね荷物を運ぶ時間がやってきました。もうね時間が実は押していて1時間ぐらいね出遅れたんですが、これから荷物を全部運んでいきたいと思います。お願いします。もうすぐ出発するんだよね私たちが荷物を運ぶからバンコたちは不安に思ってるみたいだけど、みんなで行くんだよ今回もWe all gonna go together like always, Gemma. 2-day trip Yeah. with an EV car. 何回チャージするのとか、1回はねちょっとホテルに泊まる必要があるので、ワンコと一緒にそのホテルの様子もお届けできるかなと思うんですけど、食事も用意しないといけないし、結構なんか疲れる旅にはなると思うんですけど、2人で交代交代に運転しながら最後までねヨハンの実家まで着くまでこの旅をお届けしたいと思います、ね、あとブライアンとジェマもさ一緒に行くからさ、頑張ろうねブライアン。You're gonna do fine. 頑張ろうね。もうね時間がさ11時で本当は10時に出るつもりだったので、ちょっと1時間遅くなっちゃったんですけど、行きますか。 Yeah, let's go. Shall we go then? All of us? Okay, last stretch that everything is locked up. ハーネスをつけてからは一緒にお出かけすることが分かり、とってもご機嫌な2匹。荷物もすべて積み込み車に乗り込んだら、では出発ですかわいい。今ちょうどお家を出たところでございます。夏はね300キロ走れるということでいい感じかなと思います。ちなみに目の前はこんな感じです。マップによると2時間半走ると、ここにね書いてあるんだけど 23% になっているということで、今のところはね110キロで走って高速道路っていう状況なので、この様子を見ていきたいと思います。ということでまずは最初の目的地1つ目の充電スタンドまで走っていくんですが、前日までずっと雨が続いていたのに、この日はこの晴天、最高のドライブ日和です。かわいい。今回1つ目の信号機がやってまいりました。前回ここで止まったんだよね。で私たちは結局ウメウまで行かずに手前の町村っていうところに泊まって、そうするとね充電が 37% あるっていう状態で、ちょっとお昼休憩しようかなと思っています。では引き続きお願いします。そしてここでねある特別なオブジェクトが見えるんですけど、見えるかなみんなにも。あ、見えてきました見えてきました。はいチーズナイフが、これね世界一大きいんだって。チーズナイフがヨーロッパハイウェイと呼ばれる欧州自動車道路をひたすら南下すること2時間、およそ200キロ走ったところで、この日最初の目的地に到着です。はい、一つ目のチャージングステーションに到着です。あ、ブライアントジェマ。Yeah, did we stop, huh? 急速チャージで360キロワットアワー出るらしいので、実際にそれぐらい出るかわかんないんですけど、お昼ご飯買ってそこら辺のね森とかを散歩してっていう休憩タイムにしたいと思います。 Yay. お疲れ様。 Are you tired? No, I'm kind of fine Yeah, cool. so far. Yeah. It's good because we have a long way left. ね。 Okay, I'm gonna try using Swish, see if it works. 今 43% あるんですが、スタートできるかな。チ
ちょっと10分ぐらいかかったんですが、なんとかチャージがスタートしました。はい、こんな感じで、そうだね、どんどんチャージされてるみたいです。28度だって暑い。We can't leave the dogs here. Yeah. One person goes in and buy, maybe. And the other one sits here and make sure the AC stays on. Yeah. 1日目のお昼ご飯は北スウェーデンのローカルバーガーを注文することに。じゃーん。ハンバーガーを2つね、セットでゲットしたんですけど、その値段が3350円でした。高い。まあしょうがない。お腹空いてるので、これ、いっぱい食べてお腹を満たしたいと思います。じゃじゃーん。私がベーコンメニューってやつを頼みました。美味しそう。And I got their summer burger. おお、こんな感じだ。There's a lot of salad in it. 本当だ。 Half. すごいチャンク。This is a big chunk of salad. いただきます。プラッセスっていうね、バーガー屋さんは北スウェーデンのチェーン店なんだよね。そうそう。南スウェーデンの人は知らないと思うけど、この辺りはたくさんありますね。美味しそう。お昼を食べ終わったらワンコたちも水分補給をし、20分ほどお散歩することに。いろんな匂いがするみたい。はい、ということで無事に 95% までチャージすることができました。それでは次は私の運転なので、運転頑張っていきたいと思います。 We're on the road again. Yeah, it's really sunny, which is really nice. It's much better than raining. Yeah, for sure. Much safer. It's just like woods and woods and woods Yeah. all the way to next town. Yeah, there's not much to see on this road trip, sadly. Guess it will start to become more fun when we get a bit more south. We have now arrived in Örnsköldsvik. We're not stopping yet. We were thinking of stopping here, but you said you were fine driving a bit more. Yeah. 私たちが暮らす最北のノルボッテン県を過ぎ、次に向かうのはハーガクステンという世界遺産にある充電スポット。街の中を通るとこんな感じですが、首都のストックホルムよりも上に行くと一気に人口密度が減るので、100キロくらい走って少し大きめな街が見えてくるという感じなんです。それでは引き続きドライブをしていきます。It's not too bad. It's not so high. It's not worse than the Luleå Bridge. Wow. こんな大きな橋なんだね。Scary, scary. お家を11時過ぎに出て南下すること350キロ。夕方5時過ぎになり、ようやくこの日2つ目の目的地に到着しますよ。すごい絶景なんですけど、初めてここに来てさ、ちょっと感動してます。で、今チャージをしていて、先にトイレに行ったのでヨハンにトイレに行ってもらって、あと犬と一緒に散歩してっていう感じで、めちゃくちゃね気持ちいい。風も吹くし、いやーめちゃくちゃお気に入りスポットです。すごいねここ。スウェーデンには15個の世界遺産があるんですが、その中でも唯一世界自然遺産として登録されているのがこちらのハーガクステン。高い海岸という名の通り、氷河が溶け陸地が800メートルも上昇したという隆起現象が地球上で最も顕著に現れている地域ということで、素晴らしい地形の美がご覧いただけます。休憩です。すごいね、なんか花がさ
私たちの家の周りと違うこの紫の花が咲いてる。いやいや。おお、岩が。散歩のついでに山登りもすることになりました。なんかね、あそこで絶景が見れるって掲示板に書いてあったので、森の中に入ってきました。すごい、岩がゴロゴロ。おお怖くない？大丈夫？ちょっと登ってきたらこんな感じで山になっていて、ちなみにここは世界遺産だよね。It says so. Yeah, really cool. すごい。Yeah. すごい。暑そう。Nah, it is warm. Yeah, it's really warm. It's like 6, but super warm. Sweaty. スウェーデンには自然享受権という権利があるので、こちらのブルーベリーをブライアンとジェマと一緒に少しずついただきました。おー、いいね。 It's running out. Yeah. We have more water in the car. Yeah. You also want a drink, huh? So cute. 山登りからね、今帰ってきました。チャージがもう 93% ですごく早くていい感じです。それでは6時になりますので出発したいと思います。And the worst part of the whole trip, according to me. Right now. Did you say worst part? Worst part. Driving over that bloody bridge. It's like 100 meters up in the air. Yeah. I'm so afraid of heights, and driving over a bridge like that. Yeah. It's like scary, yeah. It's not my way of having a good time for sure. もう30度でさ、顔テカテカなんだけど、よろしくお願いします。Let's go. Let's go! ということで、ここからこの日一番の絶景ポイント。こちらの吊り橋は水面から180メートルの高さに位置し、全長が 1.8 キロあるので、スウェーデンで最長、ヨーロッパでも3番目に長い吊り橋と言われています。私たちが南スウェーデンに帰省するときには必ず通らなきゃいけない橋ということで、数えきれないほど通ったおなじみの橋ではあるんですが、すごい。It's so quick up on the bridge. 綺麗。本当に高いね。It's at least a lot better to drive in the takeover lane. I'm sweating. You did it. I did it. Okay, we're across. そしてその後もいくつかの町や村を抜け、E4 という欧州自動車道路をひたすら南下すると、もうすぐ夜の8時なんですが、ようやくホテルに到着しそうです。 1.5 kilometers. Very ね close. え、いやこんな感じで天気が悪くなってまいりました。Changed very quickly. 出発から8時間半、北スウェーデンから一本道をひたすら600キロほど南下したところで、ようやくこの日泊まるホテルに到着です。と、まずは車の充電から。私たちが使っているボルボの電気自動車は 100% の充電で300キロほどは走るんですが、高速道路の運転って精神的にとても疲れるので、だいたい200キロぐらいを目安に運転を交代するようにしていて、トイレ休憩や食事、ワンコとお散歩をしているうちに、あっという間に充電が 90% 以上復活しているという感じだったので、充電にすごく待たなきゃいけないという感じは全くありませんでした。
ホテルに到着です。 Definitely not fancy. No. ね、ロードホテルっていうところで犬も一緒に泊まれるホテルです。This one. Here. It looks not too bad. Oh, they put in a dog bed for us. ああ、ドッグベッド。 And they wanted to put in dog balls. Oh. すごい。いい感じ。広いね。そう。ワンちゃん用にね、コストはかかるんですけど、でもね、ベッドを用意してもらって、お部屋がいい感じ。ちゃんとベッドがあって、結構広い。スーツケース持ってきたけど、普通に開けれそうでよかったです。You think I should bring up my suitcase too? Maybe I should actually. Yeah. Oh my. I'm not thirsty. Okay, we're just Yeah. Don't go on, okay? I will fix the bowl for you. Yeah. I will wipe your legs first. The guys. Yeah. Aren't you lucky? ブライアンとジェマもお腹空いたよね、きっとね。Yeah, we should be very hungry. Yeah, such a long day. Such a long day. Good. Go ahead. Hmm. Go飯食べてね。 So lucky, guys. ね。 Finally, huh? Finally. Although we're in a very strange place, huh? Today. Yeah. Okay, Brian. Which one do you want? Big one. いいよ Of course. Of course. Gemma. Which one do you want? Oh, you also wanted the big one. いいよよかったじゃん、ジェマ。 Yeah? Did you change your mind? Did you want the small one? Is that better? Okay. Then I will take the other one. She was not happy with her choice, looked like. But shit, I took the wrong one. That's a mistake. よかったね、ジェマ。お疲れ様、ジェマ。頑張ったね、2匹ともね。頑張りました。You can eat it. Yeah. Go ahead, Brian. ということで、今日のディナー、私はこのね、すぐ近くのホテルの横にあるサークル系で買ったサンドイッチと、ヨハンさんは They had these old calzones Yeah. in the fridge. Yeah. I asked him to heat it up. Yeah. He didn't know how to heat it up, but he said he would give it a try. ジェマもブライアンもね、ご飯食べたもんね。じゃあ乾杯しよう。 Thank you for today. Thank you for today. Sorry about no restaurant food. 美味しそう。いただきます。なんか思ってた卵サンドイッチと違うけど、ちょっとスパイスが効いて美味しい。甘くない全然。次の日も同じ600キロを走らなきゃいけないということで、この日は早めに寝たいと思います。おやすみなさい。ブライアンおはよう。ペットちっちゃいね。おはようございます。はい、今日は出発の日。あれ犬か。はい、今日は出発の日で、もうね、今ヨハンが朝ごはん食べに行ってるんだけど、もう犬たちがさ、心配なの。めちゃくちゃ心配みたいで、もう昨日さ、2人でさレストラン行こうと思ったらさ、ウィーンウィーンって泣いてたりしたので、もう1人ずつ買い物に行って夜ご飯買ってきてっていう感じをとって、
朝もね皆さん寝てるかなと思ってあんまりワンワン言ってほしくないのでちょっと一人ずつ朝ごはんに行っています。そう朝の散歩はもう2匹とも終わっていて、でも朝のさ8時40分なんだけど朝ごはんは9時までらしいのではい急いでヨハンが今行ってて私がもう少しあと5分ぐらいしたら行って朝ごはん食べてでもうチェックアウトしてで今日は残り半分走っていきたいと思います。昨日みたいに交代交代でちょっと楽しいストップもあるのでそれを楽しみに朝から頑張って運転していきたいと思います。またね。めちゃくちゃシンプルです。いただきます。そしてベーコンと卵も焼いてもらいました。美味しそう。いただきます。こんな感じです。いただきます。うん。美味しい。それでは今からチェックアウトして一日が始まりますね。Yeah, let's do this. よろしくお願いします。 See you on the road. Yes。 朝の10時前に出発です。よろしくお願いします。 We're good. ね、今日は 90% チャージがあって190キロ走って 27% になるって予想が出ているので一番最初のストップはここですね。タンクっていうところで行きたいと思います。天気悪い。時刻は12時7分です。思ったよりもねガソリンじゃなくってチャージがキープできていて 31% で一つ目の目的地に到着しそうです。ということでこの日一つ目の充電スポットに到着。実は夏になると南スウェーデンでは充電スポットがすぐに埋まりなかなか充電ができないという話を聞いていたので今回大丈夫かなとちょっと心配していたんですが私たちは一度も待つことなく充電がスムーズにできたのでちょっとそれが驚きでした。日本でも充電スポットたくさんあるかと思いますが充電している車でいっぱいで長く待たなきゃいけないみたいな状況って今でもあったりしますか？よかったらコメント欄で教えてください。これから、90% 近くまでチャージしたいと思います。 Stay. I must stay. Brian, stay. Stay. じゃあこれからみんなで散歩です。ということで30分で 50% 近くチャージしてもらいました。めちゃくちゃ早かったです。そしてこれをね抜いて重い。よいしょよいしょ戻してすごかった。これ出発したいと思います。閉めていい？ジェマ、careful. Yeah. その後はストックホルム行きの欧州自動車道路ではなくこういった小さな小道を1時間ほど走ると着いたね。おじいちゃんとおばあちゃん家に到着です。ここでお昼ご飯を食べさせてもらいます。Tack så mycket。時刻はお昼の2時を回りランチ休憩をさせてもらうことに。choklad。Och salladen den får ni ta med handen, det är lättast. Egen potatis. Jo, just det. Redan? Ja, sen långt före midsommar.
テーブルの上に乗っているお野菜はすべてこの家で採れたもの。80代後半になっても自給自足の暮らしをしているお二人の暮らしぶりにいつも感動し、おばあちゃんのとっても美味しい料理をいただきながら今回もいろいろな話をしました。そしてお次はデザート。こちらももちろんおじいちゃんとおばあちゃんがお庭で栽培したラズベリーで、おばあちゃんが焼いてくれたクッキーと一緒にいただきます。あれココスと、Det är kokos, ja. och den Hallongrottor. hallongotto Grottor. grotto. Grottor. Nice. Halloncake. De är jättegoda. Raspberry cake. バタバタして取り忘れていたんですが、ブライアンもジェマも到着と同時に採れたてのお野菜や茹でたじゃがいも、ベリーなどいただき、自分のお家みたいにのんびりしています。私たちは家族の中で唯一北スウェーデンに暮らしているということもあり、なかなか家族と会う機会も少ないので、もっと長く滞在してずっとお話ししていたかったんですが、この後もドライブしなきゃいけないということで、水などを補給させてもらい出発の準備に入ります。おじいちゃんとおばあちゃん家の近くでお散歩してます。大きいね、木がね。はいどーおじいちゃんおばあちゃんにバイバイしてから4時半になりまして、はい、道路を走っております。で、あと1回、そうだね、あと1回で行けるよね、チャージ。Yeah, I think so. なので、ね、あと1回チャージをして、もう家に着くというところで、最後の最後ね、頑張ろうね。Yes, almost there. イエーイ。と、ここで、北スウェーデンから南スウェーデンまで EV 車1200キロの旅の最後の充電スポットに到着です。38%、9% でここに来たので、ちょっと85% ぐらいまでチャージしたいと思います。はい、それでは最後の最後、もうここからチャージせずに余波の時間までバーっとね、あと215キロあるそうなので走っていきたいと思います。1100キロとか1200キロぐらいを走ったんだけど、その中で、合計5回チャージすることになったのかな。で、やっぱり夏だから、200キロから210キロ、20キロ、30キロぐらいまでは余裕で全然走れるっていうので、やっぱり冬と違って走りやすいなってすごく思いました。もちろん、ガソリン車と比べたら、5回もって思うかもしれないんですけど、私たちもやっぱりさ、ずっと走り続けてると休養も必要だし、ワンコも、2時間に1回とは言わなくても、やっぱり、2、3時間に1回外に出してあげて、足を伸ばしてあげるみたいなのをしてあげたいなと思っていたので、こうね、2時間に1回、3時間に1回休憩っていうのが意外にいい感じで、遠いんだけど、新しい場所も見ることができたし、おじいちゃんおばあちゃんにも会えたし、すごい、私的には楽しい旅になりました。で、チャージステーションっていうの、充電ステーションがさ、いっぱいあって、私たちは今回急速チャージ用の、なんかお化け充電器みたいなやつだけをさ、一応選んだんだけど、やっぱりね、なんか村とか町には何箇所もあるので、意外に使いやすいなと思います。ではでは、ヨハンさん帰ってきたので、はい、出発したいと思います。Let go. Okay. Thank you for driving for a bit. じゃあ、この出方がちょっとわかんないんだけど、You can tell me where to go. We're in Örebro now, あれ、ブルー I believe, right? Yeah, Örebro. So, あと200キロね。 yeah, it's a little bit tricky, but not too tricky. でもまだ雨降ってないね。あ、おじいちゃんがさ、大雨だよって言ってたよね。それで。
They said it was over Trollhättan. It was really bad weather. Yeah. So that's the destination. So we'll see. Maybe it won't move anything. Yeah. Or maybe it moves away and we will never see it. Hopefully. 南スウェーデンでは夏の間、作物や穀物を耕作している農家さんも多く、こんな風な広大な畑が広がっていて、空が一層より広く感じるなぁと思います。そしてしばらく走っていると天候が怪しくなってきましたよ。やばい。ちょっと雨が降ってきて、ヨハンがね、道を知っているので交代してもらいましたけど、よかった。私、運転したくないもん、やっぱりこの雨やばいね。You can hardly see all. 本当に。この2日間で1200キロをひたすら走ってきて、最後の最後に雨に降られてしまいましたが、最終目的地に着く頃には雨も明け、小さな小道へ入るとブライアンとジェマもそわそわしてきて、そろそろお家に到着です。やば。ブライアンわかるね、場所ね。ブライアンは今年で6歳になるんですが、0歳の頃から何度も何度も帰ってきている場所なので、もうどこにいるか自分で分かっているみたい。到着だね。でヨハンの家族もさ、持ってるんだよね、このチャージャー。 Let's see. Is it gonna charge? すごい 27% で到着でした。 We made it. So tired. いや、はい、ということで今週も最後までご覧くださりありがとうございました。また来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。次週からはブライアンとジェマはスウェーデンでお留守番をし、夫婦で初めて行く韓国編がスタートです。おやすみなさい。